バッドバッチのエピソード3が公開され、少しずつストーリーが動き出しています。そこでこの動画では同エピソードのあらすじとネタバレを紹介します。なおエピソード1、2の解説動画もアップしているので、まだ見ていない人はぜひそちらと合わせてご覧ください。エピソード3のあらすじ。バッドバッチのメンバーと行動を共にすることに決めたオメガは、スペースシップの中で寝場所もないような状態でした。仕方なく彼女は移動中、ドロイドに寄りかかって休んでいました。バッドバッチのメンバーたちが乗っているスペースシップは故障だらけで、修理する箇所が山積みです。テックはそれほど重要な故障箇所はないと言っていましたが、その直後スペースシップはハイパースペースから投げ出され、見知らぬ惑星に不時着しました。テックによると、帝国軍の攻撃を受けてスペースシップの電子部品であるキャパシターが損傷しているとのことです。キャパシターなくしてこれ以上飛行することはできないようでした。幸いスペアのキャパシターがあったので、交換すればまた飛行できそうです。ところがその時、どこからともなく謎のクリーチャーが現れ、キャパシターを奪っていってしまったのでした。仕方なくハンターはキャパシターを奪い返すためにオメガを連れてクリーチャーの後を追うことにしました。一方、惑星カミーノではターキン総督がクロスヘアの人体実験を見届けていました。バッドバッチを裏切ったクロスヘアは今ではすっかり帝国軍に洗脳され、言いなりになっています。間もなくしてクロスヘアは雇われたばかりの兵士たちで構成されたエリートスクワッドのリーダーに任命されます。彼らはクローンによって訓練を受けた人間の兵士でした。クロスヘア率いるスクワッドの最初のミッションは惑星オンダロンに行き、ここにいるソーゲレラをはじめ共和国軍の生き残りたちを制圧することです。ターキン総督はバッドバッチにできなかったミッションをあえて人間たちのスクワッドに託したのでした。エピソード3のトリビア。エピソード3ではスター・ウォーズシリーズでおなじみの展開がいくつかありました。まずハンターがオメガに食べ物をあげるシーンは、マンダロリアンシリーズでディンジャリンがグローグに食べ物を与えるシーンを彷彿とさせました。またハンターの持っていた食べ物を入れるケースはスター・ウォーズエピソード5帝国の逆襲でルークが使っていたケースとも似ていますね。そこからスペースシップが故障し、見知らぬ場所にたどり着きクリーチャーに襲われるという展開は、今まで何度も見たことがある流れだったんじゃないでしょうか。帝国の逆襲でファルコン号が不時着した時も巨大なクリーチャーに飲み込まれそうになったことがありましたね。ちなみにその時、ハンソロやレイヤ姫がつけていたマスクと似たようなマスクを本作ではオメガとハンターがつけていました。オメガがキャパシターを取ろうとして間違ってクロスヘアの武器を取り出してしまったくだりでは、バッドバッチのメンバーが未だに自分たちを裏切ったクロスヘアのことを忘れられないという複雑な心境を描いていました。おそらく今後の展開でバッドバッチが脳内に埋め込まれたチップの謎を解明し、クロスヘアを最終的には救出するのではないかと考えられます。一方で一つ気になったのは、レッカーが着陸の際に頭を強打し痛みを訴えてたくだりです。あれだけ打たれ強いレッカーが痛みを覚えるというのは、彼の頭に埋め込まれたチップが何らかの反応を示した証拠ではないでしょうか。そしてもしかすると今後レッカーまで帝国軍に洗脳され、仲間を裏切ることになる伏線なのではないかと考えられます。クロスヘアだけでなくレッカーまでいなくなってしまったら、バッドバッチは一体どうなってしまうのでしょうか。ターキン総督とランパートの会話のやり取りも今後の帝国軍の計画の内容を暗示していました。やはり帝国軍はクローントルーパーから徐々に人間のトルーパーへとシフトチェンジしようとしているようです。今回紹介されたエリートスクワッドがいわばストームトルーパーのプロトタイプと言ってもいいかもしれません。対して帝国軍の計画を察知した惑星カミーノのラマスーは、クローントルーパーよりも優れたクローンを作らなければ帝国軍に見捨てられることは目に見えており、未来がないと考えていましたね。ジャンゴフェットをベースにしたクローンはこれ以上有効ではなく、他の DNA が必要だというのです。そう、ラマスーはこの時からすでに次のステージのことを計画していたのです。それはフォースセンシティブのクローンの製造の可能性が高いですね。あるいはバッドバッチのメンバーを元にしたクローンを作るということもありえそうです。いずれにしてもその鍵を握っているのがオメガに違いないでしょう。今やバッドバッチのメンバーの一員でもあるオメガが帝国軍に捕まり実験台にされる。それをバッドバッチのハンターが救い出すという展開もありそうですね。
あなたは今後の展開をどう予想しますか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。以上、バッドバッチエピソード3についてでした。